はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は天下一コトコト音武道会と名付けて、2024年に入って出会ったコトコト音が出るキースイッチ5つをですね、比較して、一番コトコト音が出るキースイッチを決めていこうという企画になります。はい、それでは本日は冒頭にお伝えした通り、2024年に出会ったコトコト音が出るこれらのキースイッチ、はい、なんですけれども、これらをまとめて比較して、最もコトコト音が出るキースイッチを決めようぜという企画になってます。で、キースイッチのレビューってどうしても私自身のですね、主観が入ってしまう点があって、それはそれで皆さんの参考におそらくなっているのかなとは思いますけれども、とはいえですね、キースイッチをいっぺんに比較することによって、皆さん自身の価値観とか基準でコトコトっていうキースイッチをですね、選べる、探せるという風になるかなと思いますので、私の感想も参考にしながら、今日はですね、皆さんが好みのキースイッチをぜひ探していただければと思います。今日の動画ではキースイッチの紹介した上でキースイッチの単体の音、そしてキーボードに乗せた音、そして私の感想という流れでですね、天下一コトコトン武道会という形で、ナンバーワンのコトコトンのキースイッチ決めていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。ちなみにテンパパ TV ではこんな形でキースイッチの紹介定期的に行っていますので、見逃しは絶対にならないようにぜひチャンネル登録していただいて、新しい動画が投稿されたらですね、通知来るようにしていただければと思います。それでは本編スタートです。はい、それでは早速始めていければと思います。まずここではですね、キースイッチ一つ一つのスペックご紹介していきたいと思います。で、ちなみにコトコトンのキースイッチ、これからご紹介するキースイッチに関しては概要欄に URL を貼っておくのと、あとはこんな感じで、はい、ノートにですね、コトコトンが出るキースイッチをまとめていますので、ぜひそちらもですね、参考にいただければと思います。それではまず1つ目からスタートしていきます。はい、まずこちらがですね、マエストロスイッチという形でスワグキーで購入することができるキースイッチになっております。で、素材なんですけれども、トップハウジングが PC、ボトムハウジングがナイロン、ステムが UHM という形で、スワグキーが独自でブレンドした UPE の素材がですね、多分この UHM というものになってるんですけれども、この3つの組み合わせという感じになっております。で、バネは 20mm のシングルステージで、トータルトラベルが 4mm、そしてファクトリールブが ES、で、ボトムアウトフォースが 58g というのがこちらのマエストロスイッチになっております。はい、続いてがこちらのネオンホワイトスイッチという形になってまして、こちらの方が、トップハウジングが PC、ボトムハウジングがナイロン、ステムが LY という素材になっております。LY はですね、JWK という会社が作っている UPE のブレンド素材という形になってますので、この辺は先ほどのマエストロスイッチとかなり似てる部分があるのかなと思います。で、スプリングが 21.4mm のダブルステージ、そしてトータルトラベル 3.6mm、ボトムアウトフォースが 58g、ファクトリールブが ES という形になっておりまして、スプリングの部分に関しては、はい、こんな感じでダブルステージ、2つのスプリングがこう重なっているようなイメージを、していただければと思いますけれども、しておりますので、徐々にこう重さが上がっていくようなバネの種類になっているという感じです。で、ファクトリールブに関してですけれども、一応 ES とは書いてあるんですが、マエストロスイッチと比べるとって意味ですけれども、ルブの量は少なめかなと思いますので、その辺、マエストロスイッチの方が一番多めだなというふうに思っていただけるといいのかなと思います。はい、続いてこちらのポップコーンスイッチになっておりまして、こちらがトップハウジング、ボトムハウジング、ステムがすべて LY という素材になっております。LY は先ほどネオホワイトスイッチにも出てきた素材になっていますね。で、スプリングが 19mm のダブルステージとなってまして、はい、こんな感じで先ほどのネオホワイトスイッチと同様にダブルステージになっているのがわかるかなと思います。トータルトラベルは 3.6mm、ボトムアウトフォースは 58g、ファクトリールブは ES という形なので、こちらのファクトリールブもですね、先ほどのネオホワイトスイッチと似ていて、マエストロスイッチと比較すると、若干薄めかなと思いますので、この辺はですね、気を止めておいていただけると、参考になるんじゃないかなと思います。続いて、はい、こちらのアイスキングというキースイッチになっておりまして、すべてがナイロンという素材でできているようなキースイッチになっております。で、スプリングが 20mm のシングルステージとなっておりまして、トータルトラベル 3.5mm、ボトムアウトフォースが 62g、ファクトリールブが ES という形です。このボトムアウトフォースが先ほどご紹介したマエストロ、ネオホワイト、そしてポップコーンスイッチと比較すると、少し重めですかね。2g、4g ぐらいか重いので、その部分が一つ違いがあるかなというところと、ファクトリールブに関しては、このアイスキングに関しても、マエストロスイッチと比較するとって意味ですけども、若干薄めかなというところですが、とはいえですね、今までご紹介した4つ、少なくとも何かかすれ音だったり、かすれ感だったり、スプリングのカシャンカシャンって音はあまり気にならないので、その辺はご安心いただければいいかなと思います。
そして最後に5番目なんですけども、こちらが London Fog という形の OLAV の London Fog というキースイッチになっておりまして、トップハウジングとボトムハウジングが PC、ポリカーボネートですね。で、ステムが UPE という素材になっておるという感じです。で、UPE は先ほど申し上げたように LY だったり UHM だったりというところの元々の根幹となる素材が UPE という感じになってます。で、スプリングが 20mm のシングルステージという形で、トータルトラベル 3.6mm、ボトムアウトフォース 60g、ファクトリールブが Yes という形になってます。なので、このボトムアウトフォースは先ほどのアイスキングよりは 2g 軽め。で、他の、先ほどサイトに紹介した3つよりは 2g 重いという感じ。この辺の 2g、4g は、誤差と思っていただいてもいい気もしますが、とはいえ、4g ぐらい違うとやっぱり随分変わってくるかなと思いますので、その辺のグラム数の重さに関しては皆さん好みの重さかどうかはですね、チェックいただければと思います。で、ちなみにこのロンドンフォグの、ファクトリールブに関しては比較的ですね、ちょっと薄めでですね、特にスプリングのところのカシャンカシャンって音が少し嫌な音になっちゃってますので、私の方でこちらの方は自分でオイルブしておりますので、今回聞いていただく音は私自身がオイルブした音だと思っていただければと思います。はい、それではこんな感じで、今回5つのですねキースイッチ紹介していきますので、この後のチャプターではまずキースイッチ単体の音を一つ一つ聞いていければと思います。はい、それではここからはキースイッチ単体の音一つ一つ聞いてもらえればと思いますので、マエストロ、ロンドンフォーグ、アイスキング、ネオホワイト、ポップコーンというこの流れでですね、一つ一つ聞いてもらえればと思います。で、すべてですね、まずスイッチ単体の音とともに、次にですね、SA プロファイル、そして次にチェリープロファイルというこの2つのキーキャップも取り付けた音もですね、聞いてもらえればと思いますので、はい、ここで一つ比較してもらえればと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。かなり一つ一つ音がですね、かすかにかもしれないですけど、違いが分かったんじゃないかなと思います。で、次のチャプターではですね、今度はキーボードに乗せた時の音を見ていければと思いますので、ぜひ楽しみに次の章もご覧になってみてください。はい、それではここからはキーボードに載せた音を聞いてもらえればと思います。で、今回使用するキーボードとしては2つご用意しております。1つがこちらの QK65 というキーボードでアルミニウムのケースにポムのスイッチプレート、そしてキーキャップは
こちらの、シグニチャープラスティックスの PBT 製の SA プロファイルのものが載ってますので、これで聞いてもらうのが1つ目。そして2つ目がこちらの、プランク V7 になっておりまして、アルミニウムのケースにスチールのスイッチプレート、そしてチェリープロファイルの、こちらのゴーストジャッジ KPD パブリックさんのものになりますけど、こちらの PBT 製のものが載ってますので、この2つで聞いていっていただければと思います。で、せっかくなので QK65 に5つ載せた音を連続で聞いていただいて、次にプランク V7 という形で聞いていただくことによって、比較ができるかなと思いますので、ぜひぜひお楽しみにですね、聞いていただいて、皆さんの好み見ていっていただければと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。一つ一つの違い分かりましたかね。結構似てるなというのが私聞いてての感想という感じになっております。で、一番やっぱ特徴的に違うなと思ったらアイスキングですね。これが一番やっぱこう静かで、コトコトっていうところも出てくるかなと思いますので、この辺は結構好みかなと思いますが、一番静かなどれと言われるとアイスキングかなというところが、自分で打ってての感想だなというところで、その上でそれ以外でいくと、やっぱマエストロがこうその次に静か、多分ルブの量がですねかなりしっかりされてるので、その点でおそらく静かになってるのかなと思いますが、アイスキングの静かさとちょっとマエストロの静かさというのはやっぱ全然ジャンルが違うというか、素材の違いでの静かさっていうのがおそらくこうアイスキングの静かさな気がしますけれども、その辺がかなり出てきたかなと思います。で、じゃあその上でどれが一番好きですかっていう風に私が言われたら難しいなというところではあるんですけれども、そうですね、私だったらマエストロが今のところやっぱり一番かなと思いますが、意外にやっぱアイスキング捨てがたいなというところはありますので、この2つが、天下一ことこと武道会の、勝者を決めるとすれば、この辺で決勝戦が行われて、好みが出そうかなと思います。もちろんネオとかポップコーンとかロンドンフォークとか全然すごいいいキースイッチだし、例えばダブルステージでの違いだったりあると思いますし、ロンドンフォークはロンドンフォークでちょっと重さがあったりしたりすると思うので、その辺でこう微妙な違いもちろんキースイッチごとにありますから、その辺のところのマイナーなキースイッチの違いあるとは思いますけれども、このやっぱマエストロとアイスキングのこの頂上決戦がどっちが勝つかはちょっと人によって違いそうだなというところで、私少しちょっと出た方が好きだったりするので、マエストロを選んでますけども、静か大好きっていう方はですね、もうアイスキングを選ぶ方も多いのかなと思いますので、その辺は今回キースイッチの音を聞いていただいて、皆さんがこうコトコト音のキースイッチをですね購入される際の参考になると非常に嬉しいなと思っております。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパップ DB ではこんな形でキースイッチの紹介、レビューをですねしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいて見逃したぜってならないようにしていただければと思います。またこんなキースイッチ紹介してほしいとか、こういう企画やってほしいとか、ご希望ご要望あればぜひコメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去にレビューしたキースイッチの再生リストに対しては上に貼っておきますので、ぜひ参考にいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。